僕がもう18歳17歳とかでも右も左もよくわからない状態の時に ECC との出会いがあって楽天との出会いがあって自分たちはこんなに仕事をすることが楽しいと思えたことがあっただろうかっていうような気持ちでその時は仕事に一生懸命励めたんですよね。ビジネスを通して経験していくことはなんか自分の成長につながっているような感覚を感じるんですよね。久保さんが働き始めたのは2002年16歳の時。女手一つで育ててくれたお母さんとの喧嘩を機に家を飛び出し一人暮らしを始めたのがきっかけでした。16歳で一人暮らしをした時に栄養失調で3回救急車で運ばれてるんですよね。もう全然ご飯がもう食べれなくって電気ガス水道全部止まって暗闇の中で過ごしてて、でも本当に寝る時にお腹が減って泣いてたんですよ。塗装屋さんみたいなところで働いてたんですけど全然まともに生活もできるような給料ももらえなくって、母親から死にたくなければ飲食店で働けっていうことだけを言われ続けてて、そうか飲食店で働いたらまかない食べれるんだみたいな求人案内を見て電話してかけてたのはここのお店だったんですね。僕が小学生の頃から母親がもうすでに自社サイトの独自ドメインでアロマランプ屋さんをしてたんですよね。ここで働いた時に母親から電話があったんですよ。今でも覚えてるんですけどここの駐車場なんですよね。話してたのそろそろ家業を継いでみてはどうみたいなことを言われて、パソコンできるでしょ手伝ってみたいなこと言われて、いや最初の頃は当時18歳とかでよく分かってなかったんですよね。3ヶ月ぐらい経った時に、担当の ECC から電話がかかってきて久保さん楽天もっと触りましょうよみたいなこと言われて、で母親はもう僕が会社に入って1週間かも3日ぐらいでもう海外行っちゃったんで、とにかく ECC から言われたことは何でもやろうっていうのが始まりでしたね。 HTML もそれから覚え始めましたし、あとはメールマガジンとかサンクスメールとかフォローメールっていうのがあるんだよっていうのを学んで作り始めたりとか、楽天大学にも通わせてもらえるようになったのも ECC から教えてもらったおかげですし、僕の楽天のいろははやっぱ ECC があって楽天大学があってっていうのはやっぱ大きいですよね。その後売り上げを伸ばした結果、出店3年目の2007年12月に月商は3000万円を突破しました。売り上げを作ることが全てだったんですよね当時。とにかく売り上げを上げるためにお前ら働けみたいな、多分言っててひどいなって思うけど当時の自分はちょっとそれしっくりきてたんですよね。覚えてる範囲でもやっぱり会社の中殺伐としてましたし、スタッフ同士が競い合ってたし、僕自身もそういう環境でやれみたいな気持ちもありましたし、無理やりにでも結果は出せみたいな、そういうところで会社自体がおかしな方向に行ったっていうのはあるでしょうね。そんな中2008年スタッフは思わぬ行動に出ます。15人いたスタッフのうち10人が、みんな退職していくっていう結果で、その中でグループを作って同じ業種業態で楽天市場に出店をしてきて、うちで育ったスタッフがみんなでうちの会社を潰しに来るみたいな、こうやって裏切られたりとかするんだみたいな。いや結構ビビりましたよ。5人になってるんで売り上げがドーンって落ちたんですよね。ここで潰れるわけにはいかんと。その後からスタッフをあまりむやみやたらに増やさずに、そこで理念をしっかり作って15人でやってた仕事を5人でどう分担するかだけを考えて仕事をずっと割り振っていったんですよね。結局売り上げドーンって落ちた翌月15人の時のギネス更新したんですよね。その売り上げを作るのに賞味15人いらなかったんですよね。残ったスタッフと成果を出し始めた久保さんに2009年から再び苦しい時期が訪れます。
会社自身が成長できなかった時期でしたね。価格競争に最終的にもつれ込んでいくわけですよね。調べていくとマーケット自体が成長していないっていう、この自分たちがマーケットシェアを持っているところをさらに引き伸ばしていくことよりも、新たなマーケットを自分たちが作り出す、今やっているマーケットに依存しないビジネススタイルっていうものを自分たちは作らないとこれ以上大きくなれないんだ。それからでしたね、新しい事業に参入していったのは。その後久保さんは2011年から1年に一度新規事業を立ち上げ続けます。自分がやりたいことが見つかるまで100本ノックのように何でもやってみよう。自分が本当にやりたいことが見つかったらその時にそれに挑戦すればいいじゃないか。それが見つかるまで動かないっていうことはもう時間のロスでしかないっていうふうに思って、飲食店であったりとか、またレディースファッションのその帽子屋さんであったりとか MG っていうマネジメントゲームっていうものを学んできてたので、研修事業として一つやっていくとか、香港とか中国に向けて輸出をするような事業が生まれたりとか、スタッフ発信で、生まれてきたそのアニメ関係の事業だったりとかみたいなことをやりながら一つずつ増やしていったっていうふうな感じですね。こうして立ち上げた新規事業の一つ、帽子やクイーンヘッドは楽天市場出店1年目の2014年、さらに翌年の2015年と2年連続で楽天市場ショップオブザイヤーを受賞しました。久保さんは楽天の地域活性事業を通じて地元佐賀の店舗さんのアドバイザーをしています。2012年からの5年間でサポートしてきた店舗さんは100店舗を超えました。佐賀県の店舗さんたちの中では結構早い段階で出店させてもらってる機会をもらえてたし、経験者の方が近くにいることによって自分たち自身が効率的に成果を出せるってことを自分自身がすごく経験していたので、僕自身は結構学生時代人に迷惑かけて生きてきた人間なので、そんなところで佐賀県のお役に立てるんであれば、もう一つは楽天市場に育ててもらったっていうのが大きいので、それが楽天市場の恩返しになるんであれば、そんなもんはもう喜んでいくらでもやりますみたいな気持ちでしたけどね。楽天市場があったからこそ僕たちは次のステージ、新しいその新規の事業のネット以外の世界っていうのをチャレンジはできているし、僕らにとってはやっぱネット通販楽天市場っていうのは核ですよね。こんなに恵まれてる若者というか経験ができた20代を過ごしたやつはそんなにいないんじゃないかなって思ってて、だったら自分がどこまでできるのかを挑戦しないと罪でしょというか、どこまでやれるか自分自身でも興味があるし、難易度が高いのはやっぱり海外の方が高いんだから、そっちの方を一回やってみたいなっていうのは思ってますね。不可能と思えるような、そんなん無理だからやめときなさいみたいなことを実際形に過去をいくつかしてきたんですよね。でその難易度をどんどん上げていって、どうだ俺やれてるぞって、お前らも頑張れよみたいなことをやっぱ社員に対してやっぱ背中を見せていきたいっていうのもあるし、母に対しても安心させてあげたいっていうのもありますね。